どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、8機性能検証第2弾。大会で活躍するブレードたちの8機性能について100回戦で徹底検証してみた。この動画を見て、ブレードごとの8機性能が分かれば、性能が高いブレードなら、オーバー、エクストリームフィニッシュなど、大量得点の確率を上げることができ、逆に8機性能が低いブレードなら、ディフェンスやスタミナカスタムでの活用もあり得るなど、デッキ構築やカスタムの参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってくれ。まず私が考える8機性能とは、エクストリームダッシュを使わなくても相手を大きく弾き出せる性能を指して使っている。要はダッシュを使えば相手を吹き飛ばすことができるのは当然なので、それを8機性能としては評価していないということだ。第2弾の今回は、ホエールウェーブ、シャークエッジ、コバルトドラグーン、コバルトドレイクの4つで検証を行っていく。第1弾のドランバスター、エアロペガサス、フェニックスウィング、ティラノビートの4つのブレードの結果も気になるブレーダーは概要欄のリンクからチェックしてみてくれ。検証の詳細については、前回と同様、ある程度使い込んだブレードを使用し、獲得ポイントは集計せず、エクストリームラインを超える、もしくはエクストリームラインに強くぶつかるような大きい弾きが何度発生したかをカウントしていく。単純に回数だけで集計してしまうと、持久力も成績に影響してしまうため、合計弾き回数割る計算時間で1秒あたりの弾き回数を計算し評価していく。簡単に説明すると、1秒あたりの弾き回数が純粋な弾き性能で、合計弾き回数は持久力も考慮した弾き性能ということだ。他にもバトル序盤と終盤に分けて集計するので、回転が弱まってきたバトル終盤でもどれくらい相手を吹き飛ばす可能性があるのかについても分かる検証になっているぞ。カスタムについても前回同様、検証のノイズとなるエクストリームダッシュが発生しづらく、ドットボールと同じボールビットを採用し、ラジェットについてはブレが8機性能に影響しないよう、それぞれバランス調整の取れるラジェットを採用しているぞ。まずはホエールウェーブ。平均 38g を超えるトップクラスの重さだけでなく、攻撃力も高いことから、大会でも見かけるようになってきた超大型ルーキーのブレードだ。ブレード径はウィザードロットに並ぶほど大きく、スマッシュ刃だけでなく、急角度のアッパー刃も持っている。第2弾の検証の中では、シャークエッジと同じくらい期待しているブレードだ。25戦やってみた結果は、トータル8機回数は76回、1秒あたりの8機回数は 0.16 回という結果となった。次はシャークエッジ。ユニークライン登場以前の中では、おそらく最も攻撃力が高かったブレードだ。しかし、重さが 34.5g ほどと、アタック系にしては軽く、ダッシュを使わなければ当たり負けてしまう点と、スタミナもそこまで高くないため、大会での採用率で言えば、今までのブレードには劣ってしまうが、初代最強の攻撃力は今でも通用するのか検証していくぞ。
25戦やってみた結果は、トータル弾き回数は84回、1秒あたりの弾き回数は 0.21 回という結果となった。続いてはコバルトドラグーン。グライドビットの登場で送り合いが注目され始め、エレベートビットで環境入りした大会で大活躍しているブレードだ。私もしばらくドラグーン E を使っているが、比較的オーバーやエクストリームは発生しやすい印象だ。しかし、送り合いにおいては細かく何度も接触することが重要なので、弾き性能は低い方がいいと考えている。25戦やってみた結果は、トータル弾き回数は42回、1秒あたりの弾き回数は 0.04 回という結果となった。最後はコバルトドレイク。現在は排出が終了している初代激レア枠のベイで、入手難易度の高さと見た目のかっこよさ、高重量という点から今でも根強い人気のあるブレードだ。しかし今までコバルトドレイクの色々なカスタムでロットボールに挑んできたが、一度も勝ち越すことができておらず、個人的には攻撃力不足の印象を持っている。100戦やってみた第2弾の弾き性能ランキングは、1位はシャークエッジ、1秒あたりの弾き回数は 0.21 回、2位はホエールウェーブで 0.16 回、3位はコバルトドレイクで 0.07 回、4位はコバルトドラグーンで 0.04 回という結果となった。シャークエッジの攻撃力は今でも通用するレベルで、ドランバスターに並ぶトップクラスの弾き性能を発揮した。さらに大型ルーキーのホエールウェーブも非常に高い成績を出し、第1回検証で2位だったエロペガサスの 1.5 倍以上の弾き性能を発揮した。そしてこの上位2つとも回転力が落ちてきたバトル終盤でも多くの弾きが発生しており、ドランバスターも終盤の弾きが多かったことから、傾いてきた時に当たる急角度のアッパーバが影響しているのかもしれない。第1弾のデータも合わせて見ていくと、1位はドランバスター、2位はシャークエッジ、3位はホエールウェーブ、4位はエロペガサス。スタミナも考慮した弾き性能ランキングは、1位はシャークエッジ、2位はホエールウェーブ、3位はエロペガサス、4位はドランバスターという結果となった。この結果を受けて個人的なデッキ採用の判断基準をまとめていく。まずドランバスターは最強の弾き性能を誇るが、スタミナが非常に低いため、相手を狙い撃ちできるようなシュートができるブレーダー、シュートパワーでスタミナを底上げできるブレーダーの場合は採用してもいいと感じた。しかし誰が使っても好成績を出せるブレードではなく、特にシュートパワーが低い子供の場合は性能を発揮できないままスピン負けしてしまうことが多いと思うので注意が必要だ。次にシャークエッジも最強の弾き性能を誇るが、軽いキャラが比較的暴れやすいブレードだったため、ラチェットで総重量を上げ速度を制御するカスタムでの採用や、軽いベイはランチャーにかかる抵抗も小さくなるため、子供のようなシュートバーが低いブレーダーでアタックカスタムを使いたい場合などで採用してもいいと感じた。ホエールウェーブはトップクラスの弾き性能と最重量の重さ、ブレード径が大きく攻撃が当たりやすいという正直最も扱いやすいアタック系ブレードだと感じた。アタック枠で迷ったらとりあえずホエールウェーブとおすすめできるほど誰でも扱いやすい個人的総合評価ナンバーワンのブレードとなった。エロペガサスについてはホエールウェーブにいいところを全て持っていかれた感があるが、スタミナの低いアタックカスタムがあまり好きではないブレーダーがテーパーやポイント、ラッシュやサイクロンなどスタミナも活かせるアタック寄りのバランス系カスタムで、基本はオーバー、エクストリームを狙いつつスピンフィニッシュもシェアに入れたカスタムでの採用がいいと感じたぞ。
フェニックスウィングについては入手難易度が高いペガサスだけではなく、比較的安価で手に入るフォエールウェーブにすら劣る結果となってしまった。環境上位のブレードの中では明らかに目劣りしてしまっているため、ロットの他に2枠空いている場合に、バスターやホエール、ペガサスの2番手としての採用か、アタック寄りにはせず、総合力を活かせるバランス系のカスタムでの採用という形になるだろう。コバルトドラグーンについては、意外にも8機性能は非常に低い結果で、送り合いをメイン戦法とするドラグーンにとっては、都合のいい結果となったんではないだろうか。ドラグーン E で時折発生するオーバーやエクストリームフィニッシュはエレベートフィットの攻撃的な動きが要因のようだ。しかしアタックカスタムでの採用は8機性能が低いブレードでは活躍がほぼ期待できないため、相手のシュートコースを読んで左回転特有の挙動でオーバーエクストリームフィニッシュを狙える上級者であればアタックカスタムでの採用もありかもしれないが、基本的には送り合いでしか活躍できそうにない8機性能だった。最後にコバルトドレイクについては、好成績を出せなかったフェニックスウィングにも劣る8機性能だったため、他のブレードの採用を見送ってまでデッキに採用するのは厳しいと判断せざるを得ない結果となった。正直、攻撃、スタミナともにフェニックスの介護官の性能のため、よほど思い入れがない限りは、デッキ採用は見送った方がいいと感じてしまった。ということで、2回にわたる8機性能検証はいかがだっただろうか。個人的にはデッキ構築の大きな指標となるいいデータが取れたと感じている。さらに斜め打ちすることで攻撃力が上がるブレードも多く、実際のバトルではもっと高いパフォーマンスを引き出せると思うので、今回の検証結果を参考に自分に合うシュートやカスタムを研究してみてはいかがだろうか。ではチャンネル登録コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。